はい、ヤギ座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は7月後半のタロットリーディングをさせていただきます。じゃあ早速いきますね。お願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。7月後半です。お願いします。ペンタクルズエース逆、ジャスティスの逆、ワンド8逆、ソードの6ですね。そしてカップの5の逆とソードの9とカップの9、すみません、カップの9じゃなくてカップのプリンスです。ナイトですね。気をつけることや対策がソードの3の逆と4の逆とオラクルはワールドの逆です。はい、ちょっと星の話をさせていただきますが、まずね、7月21日が満月です。で、この満月の時にちょうどこの切り開いていく力とか戦っていく力とか勇気っていう火星がね、ヤギ座の皆さんにとっては日常生活の応援に入ってくるので、お仕事とか日常生活で普段もし仕事のことがメインでやってますっていう方は仕事を頑張るよみたいな感じですごく進む、できることがたくさん増えるとかいうこともありますし、もし日常生活の中で私健康維持に今すごいこだわってまして頑張ってますっていうか運動頑張ってますとかね、そういう方にとってはじゃあものすごくそれが効率が良くなるとか体力が上がるとか日常生活を活気にあふれたものにできるっていうこともありますし、何か自分自身がね日常生活の中で何を一番メインとしているかっていうところによってそこにエネルギーを注ぎ込めるよっていうのがあります。でもう一つ7月22日以降ですね、ちょっと光の当たるポイントが変わってきまして、22日までっていうのはすごく人間関係とか契約とか誰かとの関係性っていうものに光が当たっていたので、自分が喜ぶこととか楽しむこととか自分がクリエイトしていくこと、何かを作っていくっていうことがすごく楽しいとかね、人との関係もいろいろあったのかなという感じはしますが、少しね雰囲気が変わってきます。22日以降はそこからもっとね関係性を深めていくとか信頼を深めていくみたいな流れになって、どちらかというと目に見えないものの恩恵が強くなるんですね。なので表面的にはあまり変わってないかもしれないんですけれど、自分が信じる力とかね感じる力っていうものが強い方にとってはものすごい今応援来てるっていうことを感じたりとか、信頼されてるとかつながってるとかはこんなにも応援されてたんだみたいなことを感じてすごく豊かな気持ちになれます。でももしご自身が疑う気持ちを持ってるとしたら、見えないものを見ようとして見えないものの証拠を探そうとして翻弄してしまうということもあるので、これどちらに傾いてるかなっていうことをご自身でもしっかりと見るようにしてくださいね。でカードで見た時にすごくねここまでの流れで何か大事なものを自分は得たんじゃないか、ね、ヤギ座の皆さん何か大事なものを得たんじゃないですかって感じがします。でこれねなんていうのかな、もう与えられているのにもかかわらず、むしろもうすでに手にしているのにもかかわらずそれにもしかしたら気づいてないかもしれません。もう入ってきてるんですね。このペンタクルズのエースという自分だけの価値っていうものがもう入ってきてるにもかかわらず、これのことみたいな感じで実ははっきりとした確信みたいなものがないかもしれませんね。でも勘違いでもいいから自分にはこれがあるんだっていうようなものをぜひ感じてみてください。もうすでに届いてますよ皆さんのところに。おそらくこれまでの流れの中で十分あったと思う。例えばお仕事、いろんな仕事をしてきたけれども、その中でも自分はやっぱりこれを大事にしたいんだとかこれが好きなんだとか、そういう自分が惹かれるものっていうものがはっきり分かったり、私ってこういう特性があるなとか、これが私の私らしさだなみたいなこととか、これは別にお金に限らず仕事に限らず性格とか趣味とかでも何でもいいです。人間関係でも何でもいいので、何か自分が大事にしたいもの、自分のエッセンスっていうものは感じるきっかけっていうのがあったと思うので、
それね一つに限らないのでね、たくさんありますっていう方はたくさん思い出しておいてくださいね。そしてただね、絶対そうなんだ、絶対これなんだみたいな確信がいまいちないって感じがするんです。なのであれはそうかもしれないけど違うから、じゃあこっちかな、でもこれもそうかもしれないけど違うかもしれないからこっちかなみたいな感じで、自分の中で覚悟があんまり決まっていないっていう感じがします。でもう一つは、自分だけの思いでそれを決めるのではなく、その状況とか周りの人とか他者との関係性も踏まえて決めなきゃいけないから決めにくいんだみたいな感じがありますね。でもなんていうかな、ちょっともし迷ったりとかしたら、ちょっと静かに立ち止まってこの状況を感じてみた時に、例えばこの春からの流れってどうだったかなみたいなことを考えたら、確かになんかすごい勢いでこっちに流れていったなとか、なんかそうなるようになったなみたいな、そういう流れを感じると思うので、それが答えだよみたいな感じがします。自分ではいやこれは違うんですよ、これたまたまこれでこうなっただけでとかね、だからいや違うんですよ、これもやったけどこれはちょっと理由があってこうしただけなんですよっていう、なんかいろんな言い訳とか理由を考えるけど、どんなような言い訳や理由があったとしても、ご自身がそれを選んでここまで来たのであれば、それの中で生かされてきたっていうことで、何か答えを見つけられるんじゃないかなと思います。流れはあったんじゃないかなというふうに気がします。そしてここからの流れなんですけども、先ほど言ったように何かね、22日まではねまだ人間関係とか契約とか人との関係の中ですごいたくさんの恩恵があるので、ぜひ人とつながってみてください。できたら喜びとともに人とつながるっていうことをやってみてほしいんですね。すごくそれ伝わると思うので、相手にも。そして22日以降は見えないものを信じる。自分がいかに評価されてるかとかもそうだし、自分がいかに見えない素材でできているかっていうのかな、こう見えない素材でっていうのは現実的には血液があるとか細胞があるとか筋肉があるとかで自分たちの体はあるけれども、でももっともっと見えない、例えば親の愛情だったりとか空気だったりとか食べ物だったりとかのいろんな要素で自分たちって生かされてるなとか、何かそういう見えない思いっていうものがたくさんたくさん集まって存在してるんだなっていうことを感じられたら、ものすごく豊かな、もうふかふかベッドの中で寝てるみたいな感じの中で幸せを感じて過ごせそうなので、疑いの目を持つというよりは自分が守られた状況の中にいるよっていうことを想像しながらいてほしいんです。で現状のところでいくとやっぱソードの6があるので、思ってる以上に守られてるし応援されてるし、ちゃんと進んでいけるんだよっていうカードが出ています。これはたとえ波が荒かろうとも、本当に渡っていけるのみたいな道があったとしたとしても、ちゃんと実は守られて、ちゃんと持ってもらえてるっていうのかな、沈まないように守ってもらえてるんだよみたいな感じがあります。そして現状のところでいくと、そのさっき言った見えないものを感じる期間になるので、もしちょっと体調があんまり良くないんですとか、ちょっと今不安の方に傾いちゃってますっていう方にとっては不安材料というのを見つけやすくなるんですけども、でも実はカードはね、いや思ってるほど悪くないよみたいな、ご自身が周りの目を気にしているだけで、周りの人ってすごく実はヤギ座の皆さんのその頑張ってることちゃんと分かってるよみたいなカードが出ています。で逆を言えば、たくさんの人が見守ってくれてるよみたいな感じなんです。それをヤギ座の皆さんは批判されてるかのような気持ちになったり、なんかヤジが飛んでくるんじゃないかみたいな気持ちになってるかもしれないんですけど、いや逆で実は見守ってくれてるんだよねっていう、心配して言ってくれてるだけかもしれないなっていう感じで捉えてみてください。そしてさらにその後にソードの9ということで、考えすぎないでねっていうカードが出ています。でこれも誰でも陥ることですけれども、特にこの7月22日以降っていうのは、見えないものを見ようとするとね、ないないないってある証拠が欲しいみたいになっちゃうんですよね。これは特に人間関係とかだと、例えば相手がどれだけ自分のことを大事に思ってくれてるか、その証拠探しをしたくなるみたいなものとか、あの人絶対私のこと嫌がってるとか思ったら、嫌がってる証拠ばっかり目が見えるみたいなね、真実が見えなくなってしまうというのがあるので、そこに注意ですよということです。でもそれでもね、やっぱりさっき言ったどれだけ自分が生かされているかとか、存在そのものが祝福されているかということをやっぱり感じると思いますよ。ここでカップのナイトが出てるので、人から優しさたくさん受け取ると思います。この時期
ぜひ感じてみてくださいね。これは証拠じゃないんです。感じるしかないんです。もう自分の感性で受け取るしかないので、もう自分が絶対に間違わないだけの確固たる証拠を見せてくださいって言っても相手は見せてくれないので、自分がそれを信じて、自分がそれを感じてみる、自分の中で受け入れてみるということをしたら、ものすごく豊かな感覚が入ってきます。ぜひやってみてください、これね。はい、そして、オラクルがやっぱりワールドのなんですね。これワールド、世界だよっていうふうに言われてるんですけど、まだ逆位置なので、そのどんな世界で世の中をどんな世界というふうに見るかは私たちの思考によってすごくフィルターがかかってしまうので、そこに注意だねって感じがします。どのようにでも見えてしまうからね。そして対策として気をつけてねって言われているのが、やっぱりね、自分自身を責めないっていうことですね。誰でもね、調子の悪い時ってね、ネガティブに受け止めやすいんですよね、物事をね。でそれは常にポジティブでいることがいいっていうわけでもないんですけども、今ちょっと自分ネガティブな方に傾いてるなとか、調子が悪いなってことを自覚して自分を責めないようにしてください。逆にそういう時っていうのは自分をいたわってほしい時なので、今疲れてるんだなっていうことで自分に優しくするようにしてください。誰よりも自分に優しくする。でそしてやっぱりさっきのね、見えないものを見たくなるから、もうその沼にはまったらないないないっていうことになっちゃうので、感じてみたらめちゃくちゃあったっていうね。例えばこの空気というのと同じみたいなもんですよね。空気って見ようとしても見えない、なんか霧とかがない限り見えないけれども、目を閉じて静かに息をしてみたら、こんなにいっぱい入ってきてるみたいな、そんな感じなので、法律的な証拠とか物質社会的な証拠というものを探さずに、心のセンサーで感じてねっていうのが、もうこの時期の一番のメッセージですね。でそれを踏まえた上でちょっとね、お仕事のこと見てみたいと思います。お仕事か。忍者とソードのナイト、ペンタクスの6ということで、仕事悪くないです。ここまでの流れの中でもね、決してなんか仕事で損失してるっていう感じはないんです。ちゃんとやってきたことを継続してやってますよねっていう感じもあり、別にそれがうまくいってないわけでもないのに、何か自分ではもっと違う世界があるんじゃないかとか、もっと違うやり方があるんじゃないかっていうこと、違うものを見ようとしてるっていう感じがあるんですね。なので何かを探している、もっと確かな道っていうもの、もっと確かなやり方とか道っていうものを仕事でも探したくなってるのかなっていうふうに思いますね。ですごく頑張りたいんだみたいな感じがあります。で星で見た時にさっき言った日常生活の中で仕事を頑張ってますっていう方にとっては仕事すごくいいんですね。仕事運がある時なので、一発勝負とかではなく仕事の準備をするとかっていうのはすごくいい時なんです。なのでちょっと表に出るって表に出て何かバーっていうよりは、ちょっと裏に入って今のうちにできることやっとこうみたいな感じで努力をしたりとか準備をしたりとかした準備するにはすごくいい時です。で人間関係を通してその行動していることを努力することということは全て身になるみたいな感じがあります。もう一つその日常生活仕事運があるんですけども、仕事だけじゃなくてその誰かのサポートをするっていうのも実はすごくいい時なんですね。縁の下の力持ち的になんか自分が表に出るって光を浴びるというよりは、見えないところで誰かの役に立つように頑張るとかサポートするっていうのもすごくいい時で、それも仕事としてすごく生かされますよっていうふうに出ているので、もし何か確固たるやり方とか仕事に対して新しいアイデアが欲しいなと思うのであれば、その他者のためにやってみるっていうふうにするといいなんかヒントや案が出てくるかもしれないですね。もう一つ人間関係見てみますね。お月さんとソードの8とカップの7ということで、そうですね、やっぱりカードで見ても
人間関係に関してはやっぱり見えない関係性というものははっきり見えませんよっていう感じで言われています。あくまでも可能性だけ。そして他者に対して感じる能力っていうのはすごく上がります。なので大好きな人とかであればその人のいいところをもっと感じられる、あ、こういう人と一緒にいれて嬉しいなって感じられるし、つながってる今みたいなことをすごく感じて安心するかもしれません。でもし嫌な人とかちょっと苦手だなと思う方に関してもできる時なんですよね。でこれは嫌な人に何か言われてショックとか傷つくということではなく、他者との関係の中で嫌だと思っていたけれども、あ、その人もこんなに大変なんだなとか、あ、この人も実はすごい虚勢を張ってたんだなみたいな、そういうのも感じてなんかね、他者との関係の中にいいクッションがある感じがするんですね。なのでこのクッション、いいクッションっていうのがその苦手な人とか関わりたくないなという人にとってはいい塩梅の間に入ってくれていいなっていう感じになりますし、もしもっとつながりたいんだっていう方にとっては、要するに肉体的な接触だったりとか物理的に会うということだけじゃなく、感性でつながれるっていうのが起こるんだなっていう感じがします。なので自分がこうでなければつながっていないとか、こうでなければ愛されていないというような条件付けっていうものがちょっと緩む感じがしますね。ものすごく対極的です。これは自分が愛してくれてるならこうされるべきだみたいな、そういった思考が外れることによって、あ、こんなにもあの時こんな風に思ってくれてたんだみたいなことが分かったりとか、例えば親のこととかそういう血縁関係とかもそうなんですけど、あの時ああいうふうに言ったのは本当はこんなふうに思ってくれてたからなんだってことをようやく今自分が分かるとかね、そんな感じですごく不思議ですね。この人間関係いいですね。単に人と話して楽しいとかじゃなくって、見えない感覚でつながれるっていう感じがすごくあるので、面白い感じをする、面白いような感覚を感じられるんじゃないでしょうか。他者との関係の中でわからないからこそ、はっきりしないからこそ感じるものがあるみたいなね、見えすぎないからこそいいみたいな感じがします。はい、どうですか皆さんは。ちょっともう一枚最後にね、オラクルカード引いてみます。ヤギ座の皆さんね。はい。Up from the depths ということで、深みから上がってくるっていうカードが出てます。このカードをまたじっと見て何かしら感じることがあれば、それも皆さんのねメッセージとして受け取ってみてください。そしてすごくやっぱり何か難しさとか困難さっていうものを手放していくよっていう感じで言われているので、はっきりとした解決法とかそういうんじゃないんでしょうね。何か先ほどの空気は目に見えないしなんかつかめないけれども、目を閉じて深く感じてみたらばこんなにたくさん肺の中に入ってくるみたいな、そんな感覚でいることによって気づかなかった恩恵をたくさん気づき、難しく考えていたもの、特に人間関係とか仕事のやり方っていうものを手放して穏やかになっていくんだなって感じがしました。はい、ということでここまでにしておきたいと思います。もし何かしら参考になりましたとか良かったですという方はぜひいいねボタンやコメントで教えていただけると嬉しいです。また次回ね、7月末までに次の動画をアップしたいと思います。ということで今回もありがとうございました。いい時間をお過ごしください。失礼します。